プロレスリングのは GHC ヘビー級チャンピオンの剣王だ。結構日本拳法の距離って独特で、ボクシングだったらこのぐらいの距離なんですけど、もう半歩ぐらい遠いってよく言うんですよ。こんにちは、空手家合です。今回のコラボはなんと日本拳法の全日本大会で、最年少優勝、世界大会でも優勝を果たし、その後はプロレスラーとして活躍し、現在、GHC ヘビー級王者でもある、慶応さんです。慶応さん、お願いします。プロレスリングのは GHC ヘビー級チャンピオンの剣王だ。紘介さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、もう僕自身実は子供の頃に、父親がプロレスのファンで、結構毎週見てて、僕が小学校中学校世代いたの、三沢選手、ノアの時ですか。そうです。ノアになる前の時から結構見てて、で三沢社長って言った方がいいんですかね。そうですね。ダイハツスタン・ハンセンとか小橋健太選手とか田上彰選手とかあの辺との試合で結構おーってテレビの前でやってた。もうじゃあプロレス少年だったんですね。そうなんですよ。そうですね。自分もそうなんですよ。そうなんですよ。同じですよね。それでやっぱ格闘技もやってるっていうのも、そういうことなんですね。なんで今回ちょっとその辺も踏まえてあれですかね、もう GHC のヘビー級のチャンピオン歴代の人たちのそうそうたる面々がそうですよね。ちょっとぜひ皆さんも検索して見ていただきたいんですが、なんならもう最近総合格闘技やってる人たちにも名前が知れてるプロレスラーの方歴代の藤田さんとか、藤田和之、藤田さんじゃないですよ、藤田和之ですよ。びっくりした。なんか紘介さんと呼んでるんで、こっちもなんかね、もうリング上のモードじゃなくて藤田和之ですよね。今度自分リーグ戦あるんですよ、N1 ビクトリーって。藤田和之も同じリーグ戦なんで、そうね、昔ね、総合出てた選手倒さないといけないっていう。ありがとうございます。僕の方も剣王さんのチャンネルの剣王チャンネル出演させていただいているので、そちらもぜひ見てみてください。今回は日本拳法の世界チャンピオンでもあって、プロレスの現在ヘビー級の王者でもある剣王さんにちょっと打たれづらくなるために、ちょっと日頃行っている練習とか、あとプロレスでも本当連戦じゃないですか。なんでその連戦の中でそのダメージをためないようにする工夫とか、ちょっとなんかその辺とかを技術的な部分だったりとか、ちょっとケアの部分だったりとかも教わっていきたいなと思うんですけども。プロレスって受けるスポーツじゃないですか。受けに行くんですよ。かわさないっていう。昔自分拳法やってたんですけど、拳法ってこう殴ったり殴られたりするじゃないですか。殴りに来た時はこうかわしたり、こう避けたりするんですよ。でもプロレスでこうもしグーはないんですけど、こうエルボーとか来た時は自分からこう顎を出して逆に受けに行くっていう。それがなんていうんですかね、ダメージを軽減させるって言ったらあれなんですけど、軽減させる一つのコツかもしれないですね。結構極真とかでもお腹狙ってもちょっとこうかわした時にこう溝とか当たりに行く時もあるじゃないですか。かわした時に失敗して、でもしっかりとお腹でこう受けたら、ここら辺はまだ大丈夫です。この肋骨のあたりとかじゃなかったら大丈夫なんで、だからやっぱ逆にこう受けに行くっていう技術体験も面白いかなと思います。ほぼないですか？ないですね。僕基本的に痛いのが嫌いなので。いやそんな、そうです。当たりに行くっていう技術は途中からほぼ捨ててたんですけど、じゃあその辺も踏まえて、そうですね。実際にじゃあちょっと体験もしながら。わかりました。ちなみに、ちょっと今までやった、プロレス今までやってきた中で、なんか変わった練習というか、この練習はきつかったなとか、打たれ強くなるためにとか、なんかやらされたことないですかね。やらされたり、結構なんか、基礎体力もしんどいんですよ。スクワットもね、1000回ぐらいやらされたりするんですけど、でも基礎体力以上にやっぱ受け身とか、特にロープワーク、ロープワークがめちゃめちゃ痛いんですよ、初め。なんで痛いかって、背中にこうなんか鉄のワイヤーに
チューブを巻いてるような感じなんで、結構硬いんですよね。それを毎回こう、寄るじゃないですか。背中にぶつけて。で、その反動を利用しようとしてるんですけど、そのぶつける背中がもう痛くなるんですよ。新人の頃ってこう、背中に3本のラインが入ったりしてるんで、そのぐらいやっぱ、まずはこう、免疫をつけるっていうのが大切かもしれないですね。なるほど。はい。だからロープワークの練習がめっちゃ痛いですね。はい。多分これ誰もわかんないですよね。やってないと。でもフルコンタクトの極真だったらここから下なんてもうボコボコにされるじゃんか。そうですね。それはやっぱり免疫つけたらある程度は軽減されるっていう。まあ確かに免疫は確かにあるかもしれない。途中からはもうひたすら痛いからもう流して打てないってことですかね。流してって。これですね、やっぱり免疫つけるのが一番大切かなと思いますね。チョップもこの胸で受けるんですけど、こう初めの新人の頃なんてもう一発受けただけで次の日こう腫れてこう内出血してるんですけど、まあ今なんてもう結構免疫ついてるんで何発も受けられてもまあね、内出血することも少なくなったりするんで、免疫つけるのが大切だと思いますから。これってじゃあ僕打たれ強くなる練習とか、チョップ食らうっていうんですか。まあそうなりますよね。それが一番わかりやすいですね。そうなんですか。わかりました。食らっておいた方がいいんじゃないですか。でも結構免疫ついてるんで、普通の人やるより多分耐えれると思いますよ。本当ですか。じゃあ生まれて初めてプロレスラーの方にチョップを食らうそういうことですね。免疫つけるんだったら、それが一番の練習ですよ。でも強くなるためには。じゃあ子供の頃テレビで見てたあれをぜひお願いします。じゃあ上着はこうやって脱ぐんですか。脱いだ方が分かりやすいですね。そうなん。わかりました。そうこのままこう。いや、道着脱いだ方がいいんじゃないですか。脱ぐんですか。僕初めて道着脱ぐな。僕真っ白なんであれですけど。でも強そうですね。もう今は現役の頃ほど鍛えてないのでぽっちゃり体型おじさんで。パンツだけなんか入れてた方がいい。じゃあやっぱプロレスの練習で一番は免疫をつけるっていうことなんで、コゲさんにチョップをしてみたいと思います。やばいな。いいですか。逆になります。逆の方が見やすい。そうなんですか。右手で。じゃあでもやっぱ普通にグッて耐えればいいんですか。そうですね。胸力入れて。でもやっぱ体違いますね。世界チャンピオン。なるほど。今はそんな鍛えてない。じゃあ行ってもいいですか。3でいきますね。いきますよ。いやでも赤くなりそうですね。指の跡ですか。それついてます。なんか絶対この後赤くなりそう。でもやっぱいつもこうパンチ受けてるだけあって硬いですね。中が硬いっていうか。それ多分あと3発やったら免疫つくんで3発だけ受けてもらえたらいいと思います。わかりました。なんか痛みが増してきそう。ちなみにもうめっちゃヒリヒリしてる。ちなみに今のは何%の力でやったの。今の初めは60ぐらいでやる。60ぐらい。マジですか。もうちょっとだけ強めでいきます。いいですか。よいしょ。いったやっぱさっきより痛い。だんだんこれ痛いっすね。空手の痛みと違いますか。いやっていうかこんな頑張って来るのを伝えるってやらないです。やられないように動いてるから。しかもこの
こういう痛みはほぼゼロです。まだ点で来る痛みはあるんですけど、ペチンは痛いっすね。いやでもやっぱり強いですね。胸で受けてるスポーツなんで、やっぱ触診もすごいですね。あと一発だけいったら、はい、もうある程度免疫ついてくると思うんで、はい。真っ赤なんですけど、いいですかね。これちなみに、耐えるのか出すのは出した方がいいんですか？まあ自分たちはちょっとはこう出したりはしますね。はい。じゃあちょっとだけ出しに行くんで。あ、そうですね。それがもう完璧です。わかりました。じゃあ一番じゃあマックスなんですかね。わかりました。一番最後なんで。はい。でもうコウゲさんも受けをしっかりこう受けてもらうっていう。大丈夫ですか？大丈夫です。じゃあ行かせてもらいます。おお、ちょっと今ずれた感じですか？いや、今のずれたんですけど。はい、もう一発だけじゃあ、ずれないような感じで、いいですか？はい。いいですね。いいです。最後はグッと出した。はい、いいです。でも確かに出した方が、手が今、ここ1点なんですよ。若干こっち腕が当たったんで、軽減できたのかな。いや、でも、ある程度はね、はい。やっぱり、はい。これってもう、あれですか、普段からこんなん食らい続けてるんですか？そうですね、連戦でなっても、はい、毎日食らっていったら、だいぶもうね、免疫ついてくるんで、はい、痛いっす。痛いのは痛い。見えますが、真っ赤ですよ。こんなに、僕基本的に、ここから上にあざできることほぼないんですよ。そうなんですか？殴られるとき流すんで。そういう技術があるんですね。はい。なんで、あんまりここから上赤くなったりとか、組み手終わってもほぼほぼこの辺あざできないんですけど、痛いですあんまりできないところにあざができて。いや、でもこれでね、少しこう、なんか技術をね、プロレスの技術っていうので、ちょっと応用してもらって、弟子とかにも、そういう技術もあるんだよって。まあ、流せって言うんでしょうけどね。そうですね、これはちょっと、特殊な。痛い。特殊な技術で。よかったです。大丈夫ですか？でもやっぱ強いですね、本当に。やっぱりもう、やってるんで。まあ、そうですね、なんか。やっぱ硬いですもんね。なんかあれなんですよね、大会前とかのアホみたいな追い込みとか、やるときだけ我慢して打たれる稽古したりするんで、その時とかは、ミットでこう、足つくぐらいバーってやって、ヘタヘタになっても、はぁってなったところに、パンチ力強い人が待ってて、走ってきてボディをこう、やって気がつくまで、みたいなことをして、その後、また2分のミットが始まります。100人組でしてるから、人気が強い。これが3回。ここから肩甲使って。ゼロになるっていうやつだったら、この肘ウェーブとかのしますよ。肘。今日も最後は YouTube を見ていただきありがとうございます。まあ本当は、あれですね、投げ技とかの、受け身とかもちょっと、お聞きしたかったんですが、今回はちょっと長いで、さすがにここの地面で受け身の練習って、まあ、金剛さんはできたとしても僕が死んじゃうので、今回はちょっと、まあ、受け身に関してはちょっと、まあ、危ないので NG ということで、あれだったので、まあ、今回はちょっとチョップをただただもらいに行くっていう、企画になってしまいましたが、この後はぜひ概要欄にあるケンオさんの、ケンオチャンネルを、クリックして、ぜひ今回のコラボ動画を見て、ください。
ケンオさんのチャンネルとか、痛い技トップ3とかも、はい。あれ、本当に痛そうですね。はい、痛かったです。はい。ちゃんと見てくれて、ありがとうございます。ありますので、ぜひそちらもご覧ください。日頃僕のチャンネルは見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜投稿していますので、動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して、空手家国の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。